皆さんこんにちは、ガジェットジェットのゆけです。今回もですね、いつものようにテレビのレビュー動画になるんですけど、普段は各メーカーの最上位モデルだったり、ちょっとお高い機種の紹介が多めかと思います。そんな中ですね、視聴者の方からですね、もっと値段を抑えられて、一般家庭でも実用的なテレビを教えてほしいって声を結構いただいてたんですよね。ですので、今回はこれぞ一般家庭で使ってほしいと思えるハイセンスの超コスパモデル A6K シリーズをメーカー様にご提供いただきましたので、こちらの画質、音質面はもちろん、その他の便利機能まで幅広くレビューしていこうと思います。こちらの A6K シリーズはですね、実はつい先日10月の下旬頃から発売されたエントリーモデル帯の液晶テレビになるんですよね。エントリーモデルとか格安モデルとかって言われてるんですけど、正直スペック表見た感じ、中身は全然エントリーモデル感ないんですよね。実際画質とか音質とか操作性なんかはこの動画で初めて触れていくんですけど、昨年度モデルの従来機 A6H と比較すると全然スペック上がっているんです。実際にどのような部分に違いがあるのかざっとまとめた表がこちらになります。画質面を司る映像エンジンが変わっているのはもちろん、 HDMI 端子の数が増えたり便利機能がかなりの数追加されているんですよね。これらの機能についてはレビューしていく中で一つ一つ見ていくとして、早速こちらを開封していきましょう。はい、それでは開封の方が済みました。今回レビューしていくのはですね、こちら50インチモデルになります。 A6K シリーズではこの50インチモデルの他に43インチ、55インチ、65インチ、75インチのラインナップが存在します。これは従来モデル A6H と変わらず5サイズ展開となりますね。この小さいサイズから大きいサイズまで幅広い点も、いろんな家庭環境に合わせて気に入ったサイズを選ぶことができるんで、すごい嬉しいポイントですよね。それではまず外観を見ていきましょうか。スタンドの方はですね、シンプルな2本足スタンドですごくおしゃれとかすごくダサいとかもないような、ほんとザ・シンプルって感じのスタンドになってます。ちなみにこちらはスタンドを外側だったり内側に好きに変更することはできないみたいですね。テレビ全体に目を移すとですね、こちら本当にベゼルが細いんですよね。もうここら辺はハイエンドモデルとの差を感じないぐらいです。カブのベゼルもこのように細くなっていて、こちらにハイセンスのロゴがプリントされていますね。全体的にプラスチッキーな作りになっていて高級感があるかと言われるとそこまででもないんですけど、ベゼルが細くてテレビ自体も薄くて、軽いっていう点では悪くないと思います。それでは続いてリモコンの方を見ていきましょう。こちらのリモコンもですね、おそらくハイエンドモデルと同じリモコンになっていて、このように全部で10個の VOD ダイレクトボタンもついていますし、音声創生、音声検索に対応したビダボイスボタンもしっかりと搭載されています。そして何より嬉しいのが、このリモコン赤外線だけじゃなくて Bluetooth にも対応してるんですよね。ハイエンドモデル帯では Bluetooth リモコンが主流になりつつあるんですけど、こういったエントリーモデル帯では赤外線だけの機種がほとんどなので、エントリーモデルにもかかわらず Bluetooth に対応してくれているのはめちゃくちゃ評価高いですね。それでは続いて端子類の方を見ていきましょう。上から地デジアンテナ入力端子、 BSCS のアンテナ入力端子、こちらが光デジタル音声出力端子と、こちらがラン端子で HDMI 入力の3、 HDMI 入力の2、 HDMI 入力の1で、こちらが通常録画用の HDD を接続するための USB 端子と、ビデオカメラなどの周辺機器を接続するための USB 端子、こちらはヘッドホン出力、ビデオ入力が搭載されています。これ55インチモデルまでは端子類が全部テレビの側面に集約されているみたいですね。逆に65インチモデル以降は背面にも端子類来るみたいです。でですね、従来モデルと変わっているのがこちらの HDMI 入力端子で、これまで HDMI 端子2つしか付いてなかったんですよね。ただ今回から55インチモデルまでは3つ、65インチモデル以降で4つに増えてるみたいです。レコーダーやゲーム機、サウンドバーなんかを接続したら2つじゃ足りないんで、これが増えたのは嬉しいポイントですよね。またこちらの HDMI 端子 HDMI2.1 にはフル対応はしていないんですけど、なんと EARC に対応してくれているんですよね。EARC はサウンドバーを接続した時に圧縮された音源ではないロスレスオーディオを出力するのに必須の規格でですね、
最近では EARC に対応したサウンドバーが主流になってきているんで、エントリーモデル帯にもかかわらず、これに対応しているのは素晴らしいと思います。はい、今ですね、4K のネット動画を再生しているんですけど、皆さんの目にはどう映るでしょうか？基本的にはですね、全然綺麗で、かなり実用的ではあると思います。ここ最近注目されているミニ LED だったり、量子ドットといった技術は搭載されていないんですけど、先ほどもちらっと話に出たハイビューエンジンライトという映像エンジンによって、こういったネット動画でもですね、自動的に超解像処理を施してくれたり、コントラストや彩度を上げてくれているみたいですね。そのためか、本当に映像を見ていてもほとんど気になる部分がないってくらい綺麗な映像です。ただですね、今回ちょっと失敗したなっていう部分があって、それがこのサイズなんですよね。今回50インチモデルを選ばせてもらったんですけど、実はこちら A6K ではサイズごとに採用されているパネル種別が全然違うんですよね。今回選ばせてもらった50インチモデルだと VA パネルというものを採用していて、その他のサイズでは全て ADS パネルというものを採用しています。この VA パネルが悪いってわけじゃないんですけど、このようにしてテレビを斜めから見ていただくと、ほらわかりますかね、ちょっとだけ白くもやがかかったような感じになるんですよね。その分コントラスト性能が高かったりと VA パネルにもいい部分はあるんですけど、リビングに設置して家族みんなで視聴したいって場合なんかだと、高視野角の ADS パネルを採用したサイズにした方がいいんじゃないかなって感じました。続いてはこちら地デジ番組の方を映しているんですけど、こちらもですね、特段画質が悪いってことはないですね。むしろこんな綺麗なのってびっくりしちゃいました。昨年のモデル A6H の地デジ映像も実際に見たことがあるんですけど、正直ね、ちょっと粗さが目立ってたんですよね。格安 4K テレビだしこんなもんかって思ってたんですけど、 A6K になって圧倒的に画質良くなってると思います。ハイエンドモデル台と比べちゃうとあれなんですけど、画面の切り替わりとか映像が動くシーンとか、違和感全然ないんですよね。やっぱりですね、エントリーモデルともなると倍速パネルっていう動きを滑らかにするパネルが採用されていないっていう理由から、映像の動きにめちゃくちゃ弱くて、画面切り替わりとかでもどうしても映像の粗さが際立っちゃうんです。ただこちらの A6K では倍速パネルこそは採用されていないんですけど、新たにですね、フレームジャダー低減機能っていうものが採用されているらしくて、疑似的にフレームの揺れ等を低減してくれるみたいなんですよね。それがいい働きをしてくれているのか、そういった映像の動きによる画質の粗さはほとんど感じないです。ただですね、ちょっとだけ気になったのが CM とかで白一色とか、赤一色とかになった際に四隅が若干暗くなるんですよね。これ以前にも VA パネル採用のテレビで同じ現象が確認されているので、 VA パネル特有の現象なのかもしれないんですけど、一応お伝えしておきます。それでも本当画質面は特に劣っている部分なくて、家族みんなで明るい環境で視聴するテレビとしては抜群にいいと思いますよ。さて続いては音質面を見ていきましょう。搭載スピーカーに関しては低域から高域までをカバーしてくれるフルレンジドライバーが2つ搭載されている構成となっていて、そこまで凝ってはいないのかなといった印象ですかね。それでも一応実際に音質の方を聞いてもらいたいと思います。はい、実際にフリーミュージックの方を流してみたんですけど、やっぱりですね、スペック表通り低音から高音まで幅広い音域を均一に奏でてくれるって感じではなかったですね。ただですね、IMAX プリズムのオートボリュームという機能を搭載しているからなのか、ボーカルの声が結構聞き取りやすかった印象でした。実際ですね、地デジ番組でドラマやニュースも視聴してみたんですけど、とにかく声が聞き取りやすかったんで、本当一般的な使い方をするのであれば全然実用範囲内かなと思いましたね。逆にこのテレビで大迫力の映画を見たりだとか、音楽を聴いたりしたいのであれば EARC に対応した HDMI 端子も搭載されていることですし、こういったサウンドバーを接続することをお勧めします。テレビ自体の高さもあるので、サウンドバーも違和感なく設置できるのもいいですね。それでは続いてその他の便利機能について見ていきましょう。これ本当一番進化した点といっても過言じゃない部分で、ハイエンドモデル帯についているほぼ全ての便利機能に対応しているんですよね。今回は従来モデル
A6H にはなかった便利機能を一つずつ見ていきましょう。まず1つ目の便利機能はですね、こちら iPhone の画面をテレビに映し出してくれる AirPlay 2 です。これ結構僕も使う機能で、家に親が来る時なんかはこうやって iPhone で撮った写真なんかをスライドショーで流したりするんですよね。AnyViewCast っていうキャスト機能を使うことで iPhone だけじゃなくて、こういった Android スマホでもこのスマホの映像をテレビに映し出すことができます。続いての便利機能がこのリモコンに内蔵されている音声操作検索機能 VidaVoice です。リモコンにあるこちらのボタンですね。これが VidaVoice ボタンになっていて、このようにですねボタンを押しながら音量を上げて、こういった形で、声だけでテレビの操作ができるんですよね。また YouTube での検索時もガジェットジェット、このようにですねいちいちキーボードで文字を打たずとも声だけですぐに検索ができてしまうんです。これがあるのとないとでは、生活の質が全く変わってきますから、これに対応してくれたのは個人的にも嬉しいですね。今声だけでテレビの操作ができる機能を紹介したんですけど、実はですねこちら A6K では Amazon Alexa にも新たに対応したみたいなんですよね。なので自宅に Amazon Alexa がある方はこのボタンを押さずともテレビのオンオフや VOD の起動などの操作ができてしまいます。これも近未来的で実用性の高い便利機能ですよね。またですねこちら A6K ではテレビに外付けの HDD を接続することで好きなテレビ番組を簡単に録画することができるんですけど、従来モデルでは地デジ BS-CS はダブルチューナー、 BS4K のみシングルチューナーとなっていて、 BS4K を録画中は他の BS4K の番組を視聴することができなかったんですよね。ただ本モデルから地デジ BS-CS、4KBS の全てがダブルチューナーとなったことで、全てのチャンネルで録画しながらのテレビ視聴が可能となりました。2番組の同時録画はできないんですけど、こういった最低限の録画機能が搭載されている点はある程度評価できると思います。また録画機能に関連した便利機能がもう一つありまして、それが AnyView ホームサーバー機能というものなんですけど、この A6K で録画した番組が別の部屋に設置している他のテレビでも視聴できちゃうんですよね。似たような機能パナソニックのビエラにも搭載されているんですけど、結構便利で評判もいいんですよね。これエントリーモデル帯なのにもかかわらずこんな便利機能が搭載されているのは個人的にもかなり驚きましたね。そして肝心のネット動画配信サービスについては YouTube や Netflix、Amazon プライムビデオ、Unext、TVer などの主要 VOD を含めた全17種類もの VOD に対応しているんですよね。この17種類という数すごくてですね、国内メーカーのテレビの中では数だけで言うと結構上位の方に入るんですよね。ある程度の VOD に対応しているのでまず困ることはないと思います。ホーム画面はハイセンス独自のプラットフォーム VIDA を採用していて、基本的にはこんな感じで結構サクサク動いてくれるんですよね。ほらこんな感じで VOD を開くときも、こんな感じで全然時間かかることなく開けちゃいます。こんな感じですね。これなら実用的でイライラもしなそうです。さて今回はハイセンスから先日発売されたばかりの新型液晶テレビ A6K をハイセンスジャパンさんより特別にご提供いただきましたので、こちらの画質はもちろん音質からその他の便利機能まで幅広くレビューしていきました。いや本当にですね、このレベルの液晶テレビをこんな価格で販売しちゃっていいものなのかと逆に心配になってしまうような、そんなレビューになってしまいましたね。 A6K の、サイズ別の価格はご覧のようになっています。レビュー動画を撮っている段階ではまだ価格が安定していないので大まかな価格になりますが、43インチモデルで約7万円前後、50インチモデルが約8万円前後、55インチモデルが約9万円前後、65インチモデルが約12万円前後、75インチモデルが約17万円前後になっています。いや本当このスペックに対して単純に安すぎます。実際にですね、画質面に関してはハイエンドモデル帯には及ばないものの十分な表現力があって残像を抑えてくれるフレームジャガー機能も搭載されている。そして何より便利機能が充実しすぎていてお子さんのいる家庭にはめちゃくちゃ向いているんじゃないかなと思いましたね。
逆に音質に関しては本当一般的なテレビ番組を見るには必要最低限のサウンドって感じで、迫力のある映画を見るにはちょっと厳しかったり、録画も2番組同時録画できないといったちょっと足りないかなっていうポイントはあるんですけど、そういった点も含めて現時点でのコスパ最強テレビと言っても過言ではないと思いますね。サイズも43インチから75インチまで幅広いラインナップから選ぶことができますし、一般家庭のリビング設置にはバッチリだと思うんですよね。実際にこの動画見て気になった、このテレビ買いたいって思った方は概要欄にリンク貼っていますので、そちらからぜひチェックしてみてください。今後もですね、こういったテレビのレビューだったりその他家電やガジェットの最新情報をじゃんじゃん投稿していきたいと思いますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録していただければと思います。また今回の動画が分かりやすい、ためになったと感じた方は高評価も忘れずに押してもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆっけでした。